もう日課で目が覚めたらもう必ずここに来るっていう。1ヶ月に1回ぐらい無性に食べたくなるの。月見丼、はい。最高っす。またハマるなっていう。やっぱ手間暇ですね。やっぱ大将のこだわりでしょうね。油足りましたか。あります。いらっしゃい。3月にオープンして朝5時から13時まで8時間ぶっ通しで一人でやってたんですけど、8時間営業する前に2時間仕込み、それで10時間ですね、ぶっ通しで。その後片付けも2時間ぐらいかかって、で営業時間中に肉の仕込みできないんで、うどんやってたらですね、肉の仕込みがまた4、5時間かかるんで、毎日寝る時間がないっていう。1ヶ月で8時間営業もうやめましたね。本当に寝れなくて倒れそうで。から2時間短縮して5時から11時までの営業を約半年続けたんですけど、朝5時に酔っ払いが来るんで、酔っ払いがその前の道で酒盛りを始めたりするんで、それで苦情が来て、で、自分も中の営業をやりつつ酔っ払いの対応をするのは難しかったんで、今は7時から12時までにやってますね。7時から12時まで営業して60杯を目指していくという感じですね。60杯売れたことはまだないんで、60杯売りたいですね、一人で。そんな感じです。これも常連のお客様が作ってくれたですね。洗い替え込みで3枚。入り口の提灯も常連のお客様が作ってくれて、のれんは自分が作ったんですけど、受け皿とかもこんなも全部常連のお客様が作ってくれました。この歌とかもそうなんですけど、箱崎に住んでる常連のお客様で歌全部12曲作ってくれて、これ CD がベストアルバムができてますね。12曲のベストアルバムがあるうどん屋さんは多分自分の店だけだろうと思います。その油の文字はもともと2年間曲がり営業してた時に常連のお客様だった設計施工会社の社長が見つけてくれて、もう全部ここもそこも和室だったんですけど、それ全部改装してくれて、その時サービスでそれつけてくれました。これは煮干し油ですね。牛肉を下茹でして洗って切ってうどんの出汁で煮込んで肉の仕込みをしてるんですけど、その時に下茹でした時に出る上澄みの牛脂で焙煎した煮干しを揚げてます。煮干しはこれですね、伊吹いりこって言って四国とか瀬戸内の一番いいやつですね。朝収穫するその辛口イワシなんで、お腹の中に内容物が入ってないっていう茶色くなるぐらいまで焙煎して、それを牛脂で揚げてます。これが煮干しあえ玉とか、あとここにメニューに書いてない裏メニューでチャーミートンと煮干し油のうどんがあるんで、それの時に使いますね。YouTube840 本以上投稿してるんで、それを見てる人たちが先に注文してくれたらいいかなと思って、でそれを見てる人たちが面白がってまた頼んでくれたらいいかなと思って、お肉屋さんに頼んで、鹿児島のチャーミートンっていうブランド豚の脂身が多めのとこだけを、豚バラのところを作ってきてもらってますね。自分小倉出身で、小倉の久野うどんっていう寺前のドキドキうどんですね。その子が、自分が行ってた時も肉小片面油っていう注文してて、でそこが大好きだったんで、博多に来たら朝5時に開いてるうどん屋がなかったんで、油うどんですね。だけどそれでもう自分でやってみようかなと思って、それでやり始めて、油をちょっとやりすぎて、みんなが油をもっと増してくれって言って、でそれでもうどんどん油増していったですね。北海道に住んでるガラス職人が鬼瓦作ってくれましたね。パワーストーン屋さん、天然石屋さんが常連のお客様ですごい高価なものを開店祝いにプレゼントくれましたね。一番こだわってるって言ったらこの昆布ですね。ラオス昆布って言って大体大きいの1枚ですね。これ出し取ったら 1.34 枚か大きくなりますね。
ってるのはこれ夢尽くしっていう米で、福岡の県産米ですね。これ今新米ですね。炊き方をこだわってて、全部 YouTube で見たんですけど、洗い方とか炊き方とか見て最強に美味しく食べれるように炊いて、多い時では平日最高2升炊いて足りなかったですね。2升って言ったら小飯換算で80杯、80人も全然来てないですけど、みんな大飯おかわりとかみんなご飯頼んでくれるんで、それだけ美味しい米なんで、これはめちゃくちゃこだわってますね。旅館の朝ごはんに出てくるご飯が柔らかくて甘くて美味しいイメージして炊いてますね。毎日何回も炊いてるんですごいうまくなりましたね、炊くのが。浄水の水で洗います。もう全然かき混ぜるだけですね。透明になるまで洗ったら米の香りが全部取れてしまうんで、3回かき混ぜて洗ったらもうこれで冷蔵庫の中で浸水して炊いていきますね。土日は一撃でこれがなくなる時もあるですね。なんかいつも仕込みばっかしちゃうんで、昼に店閉めてあと何しようかなってけど、一人でやってるんで基本的に仕込みいつもやってますね。これ小分けして冷凍して解凍して使ってますね。なるべく毎日仕込みはないように、仕込みしてたら自分の時間は全部なくなるんで、買い出しもあるし YouTube の撮影も投稿もあるんで、味付けは完全に終わってる状態じゃないですね。ここからさらに醤油と塩で味付けて提供してますね。全部土足だから古民家だから上がる感じがあるから、これにいちいち靴を脱いで上がるとちょっと皆さんが大変かなとかいう、いい店になったと思いますあ、昨日来ました。新しいやつ。仕立てですけど。よもぎ麺。よもぎ麺食べてみたいですね。はい、150円課金で、8分です。茹で時間の。あ、はい。もちもちして美味しいです。これスプーンがなんか剥きやすいって大将が YouTube で見て包丁とかピーラーとかよりほんと綺麗に薄く剥けるので、奥様は土日だけ、そうです。はい。平日は自分の別の仕事をしてます。昆布の写真を撮って、おはよう昆布さんっていう、これ自分が朝起きてるっていうことの確認のためですね、ストーリー。寝坊することほぼないですけど、寝坊した時はこれが上がってないっていう。これがさっき入れた昆布ですね。有名な人に撮ったんですね。大体継ぎ足ししてます。朝作ったのだけやったら味に深みが全然、ないって言ったらあれやけど味変わるんで、これ一晩冷蔵かけとったやつがあったらこれ割り込めばもう全部美味しくなるんですね。たまに売れすぎてこれがなくなる時もあるんですけど、その時はフレッシュだしだけです。ほぼないですね。水で戻した切り干し大根。小倉のうどん屋さんは大体どこにでもあるんですけど、博多のうどん屋さんにあるのは多分箱太郎だけでしょうね。強い握力で絞るっていうのがポイントなんで、
美味しさの秘訣は。握力使いすぎたら酸欠になるぐらい力入れてやってますね。で絞りが甘かったら美味しくないんですよね。ぬか漬けの素を入れます。唐辛子を2つ入れます。好きな方はもう山盛り食べます皆さん。辛いですけど醤油と味の素をかけて食べるとすごく美味しいので、皆さんうどんが来るまでに1杯食べて、うどんがと一緒に食べて、もう1杯食べて、帰りにもう1杯食べる方いらっしゃいます。だしを取った昆布を千切りにしてサービスで提供してますね。これも味の素と醤油をかけて食べてもらいます。リバーウォーク北九州蔵の、自分中卒なんで17歳の時に中華料理屋でアルバイトしてて、1年間ぐらい皿洗いした後に野菜を切る係に昇格したんですよ。それで何ヶ月か野菜切ってましたね。でそこでネギ切るの好きだったんで、中華包丁と野菜を切るっていうことはできる、それだけできたんですよ。でも10代の頃にちょこっと皿洗いで野菜切るのをしただけです。もうそれ以外は全く。今37なんで15年ぐらい飲食はしたことないですね。いらっしゃい、ありがとうございます。番号書いてあるんで、番号順番に座ってお待ちください。これ裏薬味で青唐辛子の醤油漬けを作ります。メニューには書いてないですけど、課金でこれが使えます。知ってる人だけですね。仕入れが青唐辛子ある時しか作れないんで、それとか急に青唐辛子が高くなったりするんで、青唐辛子と生姜切って2尾の醤油入れるだけなんで、もう何十人20人かぐらいにレシピ聞かれて全部教えてますね。隠すこともなんもないけど、自宅でやってる人がいっぱいいます。浸かりたてがめちゃくちゃ辛くて 2,3 日経ったらちょうどいい感じに美味しくなるですね。辛いのが好きな人は出来たてがみんな好きなんで。長めに炊いてるんで甘い米ですね。旅館の朝ごはんのご飯をイメージして炊いてます。サービスの漬物ですね。切り干し大根のぬか漬けですね。これどっちも味付けしてないんで、どっちも味の素と醤油をかけて食べるタイプですね。これも全然塩味は全くないです。月見うどんがダントツでおすすめです。すみません、お待たせしました。どうぞ。
どうぞ。いらっしゃい、おはようございます。美味しいんですよね。なんか普通のうどんとは歯ごたえが全然違いますね。もっともちもちしてるような。はい、どうぞ、お待たせしました。はい、どうぞ。どうぞ。大将ごちと絞り込みこのアームレスラーのチャーミートですね。はい、どうも、ありがとうございました。違う、CD。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いってらっしゃい。1300円になります。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
ました。いってらっしゃい。いらっしゃい。どうぞ。はい、熱いですよ。お店には結構よく来られたりするんですか？まあ、店は最近毎週末の毎週末ですか？楽しみになってますね。もう日課で目が覚めたらもう必ずここに来るっていう。いらっしゃい。おはようございます。次の味付けしてないので、味の素と醤油をかけてください。注文しね。抜き抜きは、熱いですよ。はい、月見うどん。熱いですよ。めちゃくちゃ暑いんで、焼きチーズください。月見うどんは
はい月見うどん熱いですよ。はい月見うどんありがとうございます。いらっしゃい。肉増しですね。そう。はい月見うどん熱いですよ。生地に対して閉店間際が少ないですか。あ、本当。めっちゃその頃来ました。はいよ、そういうこと。わーい。久しぶり。久しぶりのよもぎ麺美味しいです。1ヶ月に1回ぐらい無性に食べたくなるの。はい、確認しました。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、よかったです。あ、よかったです。お口にあって、ありがとう。癖になる。最初食べた時は本当、あ、こんなのがあるったいみたいな感じだったね。月見うどん2つ。あ、出ました。ありがとうございます。いらっしゃい。昼食わんでいいんじゃないですか。いや、昼は別に。はい、どうも、ありがとうございます。はい、出ました。ありがとうございます。いらっしゃい、おはようございます。お冷やはセルフになってます。月見うどんがおすすめですね。月見うどん、はい。はい、どうぞ。熱
熱いですよ。はいどうぞ。熱いですよ。いらっしゃい、おはようございます。いらっしゃい、おはようございます。はい、どうぞ、月見丼。そう。いらっしゃい、おはようございます。5月のゴールデンウィーク明けに振り替え休日もらってで新婚旅行に行ってくるんで、それから帰ってきたら手打ちうどんを始めて実験ですね、5人前ずつとか10人前ずつぐらい美味しいのができるようになったらどんどん 10食20食と増やしていって来年もちょっとゴールデンウィーク明けに振り替え休日もらうんで、その後からは全部手打ちでやっていきたいなと思ってますね。じゃあ最高っす。またハマるなっていうまた週3読んでくるなっていうのを感じますね、自分でも。一番来た人は3ヶ月以上毎日来て、2ヶ月以上毎日来た人は2人いますね。あと1ヶ月以上来た人は何人かいますね。その1回も休まずに、YouTube800 本以上投稿してまだ1回もうどんは出してなくて、自分はただ喋ってるだけなんで、自分自身が変なやつやなって思って会いに来てくれるのもあるんじゃないかなと思って、リピート率の高さはうどんの味以上に YouTube の作戦、その効果があるかなと思いますね。よかったらうどんハーブ太郎の YouTube 見てみてください。油足りましたか？ありがとうございます。あります。いらっしゃい。北九州のドキドキうどんは全県制覇しましたし、ラーメンは有名どころはいろいろ食べてまいりましたけど、麺類の中で個人的にはこれが最強だと思ってるんで、ぜひ食べてほしいなと思います。じゃあチャーハンになります。毎朝魚おろしてるんですよ。働かないとわからないです、やっぱり。
昔の人がそうやってやったかったら機械とかないのに、こう2000枚に佐賀県産のブラン少しご飯の中に入れてあげるんですよ。もともと僕は好きなんですよね、このハトムギが。一気にやっぱ温度が上がるので沸騰が早いんですよ。だから米が立つんですよ。ゆっくりだれるとジュワーってしてベターってするんですよ。そこの違い。食べ物って僕の中じゃ日常の食だけだってもらいたいの。フカヒレを毎日食えるかとか、毎晩食えよ食ったらいいのかって、いいとは限らないもんね、あの分のものは。なし。だからこんな暑い中、麻婆豆腐を消せるんですよ。汗だらだらかきながら。まあ、やってる人の考え方なんですよね。塩を入れることによって素材のその臭みとかを抜いちゃうんですよね、まず。この一手間で結構味が変わるような。200%変わる。200%。これはね、かなり変わります。かなり変わる。全然違う。取ってる人間、どっちがグニグニしてると思うんですよ。柔らかいと思うんですよ。物ってお金払わなきゃいけない。でも技術って持ってたら使わなきゃ損なんですよ、知恵と。そこはやっぱかけていかないと喜ばない。例えば100円だからこの技術は使えません。1万円だから使うじゃなくて、最初から100円投入していかないとお客さん喜ばない、絶対に。だから OK。味噌汁って日本人の好きなスープで、多分一番好きなスープですもんね。ラーメンのスープじゃないです。やっぱりポピュラーなスープですもんね。味噌汁飲むとほっとしますよね。落ち着きますね。なんか落ち着きますよね。これがマダイのハラミなんですよ。マダイの。今日は朝どれの毎朝僕はおろしてるので、おろしたそれのタイのハラミ。これを今日は日替わりのメニューに。大体僕の気まぐれなんですけど、マダイハラミのしゃぶしゃぶです。しゃぶしゃぶですか。さっとボイルしておろしポン酢で、懐石とかああいうところ行ったら食べにくい骨があって跳ねられるんですよ。いらないって、あら汁でも火が入りすぎてパサパサする。でも一番美味しいのって湯引きなんですよ。湯引きのボイルのしゃぶしゃぶが一番こう美味しい状態で食べられるじゃないですか。僕生でもいきますから、生とちょっとこう火が入ったぐらいの食感が出せるんですよ。しゃぶしゃぶが一番美味しい。年のせいか。でいいよね、ようにね。だからもう怪我を治すのはお医者さん。でもお医者さんも製麺はしてますね。自分で作るメリットって価格ですよね。原価で原料でできるので。これで大体3日ぐらいかかります。3日ぐらいで。30時間ぐらい炊いとかないと厳しいですね。昨日取ったスープを僕はもう湯煎してるんですよね。そうじゃないと追いつかない。はい、行きます。
はい、お願いします。本日できた。ラーメンの麺の方はどうします？片手でしょ。片手ですね。はい。あと総菜関係してるんですか？はい。鉄日替わりと麻婆入ります。切り置きとかもしないですよ、麻婆豆腐も。オーダーが入ってから切るんですよ。形が崩れるんですよね、やっぱ振ってる時本当はね綺麗に角を落とさずにやるのがうまいんですけど、なかなかそこまで達人レベルに達してないので。こんなに養殖だからこんなに油がついてるし、油がついてる。これが今天然だったら全然美味しくないですよ。油気がないから。食の方が美味しいお魚もあるみたいな。時期なんですよね。あ、時期。でも食べ比べると分かりますよ。ハイシーズンのタイと養殖食べたらやっぱ天然美味しいよねなんですよ。4月5月。ああ、もう空に風呂入ります。いや。失礼します。いただきます。失礼しました。こちらです。タイの腹骨の太い骨が入ってるので、これだけ気をつけてください。はい、ありがとうございます。お願いしますので、お気をつけて召し上がりください。はい、いらっしゃいませ。真ん中の方つけてください。夏休みなんで、お連れが多いですよね。日替わりがまだいからわらさこれじゃないわらさで、この後最着に入るんですよ。本来。はい、いらっしゃいませ。あ、お父さん。これは鳥天なんですよ。いらっしゃいませ。ベースにママがいます。一応ポピュラーなちゃん家庭的な一番美味しいです。1位のとかにエビとかチャーシュー入れてもピンとこなかったですもんね。やっぱ家庭的なハムセンシャルな。何名様ですか？にちょっとおかげになってまとまりたいですか？じゃあチャーハンに入ります。
はい、先生。はい、少々お待ちください。また4番さん行きます。はい、ごぼうです。麻婆の出汁が大事。取り決め上がります。はいはい。はい、先生。はい。はい、ママ。チキンカツいきます。はい、先生。ありがとうございます。さあ、ナスに下がります。さあ、成功。この鉄板でキャベツを敷くのは焼肉屋さんのキャベツって美味しいじゃないですか。ただのキャベツってそこなんですよ。炒めた肉汁とキャベツなんですよ。だからキャベツ入れるんですよ。ナス味噌のキャベツはホイコーローをイメージして作ったんですよ。キャベツと味噌って合うんですよ。はい、でした。ありがとうございます。はい。片様。美味しかったです。またお願いします。
しゃい。いらっしゃいませ。ありがとうございます。片面ですね。どうですか？最高にうまいです。美味しい。ご飯が進む。熱くて美味しい。夜結構来るんですけど、お酒とか飲んだ後にこのミニラーメンタダでついてくるんですよ。それがすごい良くて閉まるんで。ここからニンニクです。油全体に香りをのせるんですね。2回下がります。さあさあ。火を入れすぎたらダメなんですよ。シャキシャキともやしが何がいいかって食感なんですよ。音なんですよ。アトラクションでやるわっていうようなそれもやっぱり見せないと。だから僕クローズキッチンが嫌なんですよ。見えないからお客さんの顔も見えないし。はい、シーマンアジフライがあります。アジフライです。すいません。そうっすか。自家製とか合わせてありますね。はい、タレです。です。しば漬け取ってきたやつとそれを砕いてそれで合わせるんですよ。全部が全部はできないです。でも 100% 中 50% ぐらい手かければ変わりますもんね。小田原かどっかで行った焼肉屋さんは和牛が全部冷凍してあるんですよ。半冷凍で出てくるんですよ。でも鉄板の上で焼いたら表面だけ溶けて中がレアなんですよ。こういう出し方もあるんだな。高いからいいってわけでもないし、こうやって焼き目に炭をつけるんですよ。で、これに香りをつけるんですよ。さっきも言ったようにできない技ではないんですよ。ただ炒めるんじゃなくて、ちょっと一工夫してあげる。そしたらこういうふうに焼き目がつくんですよ。焼き目の香りがつくんですよ。このままもやしを入れて、もちろん油をつけず、もう軽く炒める程度ですね。で、このままさっきと同じような入れて、
でちょっと少し唐辛子、水がないと反応しないですね。これで上がります。タイマーお願いします。唐揚げですね。はいよ。これからも何もないですよね。はい、いらっしゃい。120円のお返しで。はい、いらっしゃい。お願いします。ラーメン上がります。あります。塩サバ美味しいです。塩サバですね。サバのためだけで。他店舗いらないって言ったんですよ。もう壊れてるからいらないって言われて5年使ってます。でもやっぱりこれが一番美味しいです。ただ火が弱いから焼き物の基本って遠火なんですよ。近火じゃないと焼けないです。ただこれの方が結構きれいに全体的に火が当たるので焼き目はきれいに仕上がります。でぐっと近火で焼くのでうまみが入りますもんね。はい、ありがとうございます。1960円。いいサバって油がきれいに浮き上がりますもんね。油を乗ってるの。まあ普通です。はい、塩サバがあります。失礼します。はい、焼き塩サバですね。また来ました。はい、どうぞ。失礼します。ラーメンですね。光が変わる。味は変わらないですけど、見た目の仕上げが変わります。デザートとかもそうですよね。ジャムパンとか。そしたら曲線ができるんですよ。カニフライですね。じゃあタレを使いください。お待たせしました。じゃあ豚骨ラーメン、ミニラーメンですね。
やっぱり声かけ一つですよね。どちらから来られたんですかとか、どうでしたかとか、それはお金かからない、僕もおもてなしですからね、それだけです。甜麺醤。甜麺醤。あえる感じやね。仕上げにごま油。ごま油。香りつける。これは返しだよ。こちらが秘伝の。返しはその店によっていろんな割りがあるけん。それ甘かったり辛かったりするとこもある。酒みりんを一杯ずつ。お味噌汁。お味噌汁。沸いたら昆布を出す。
めてさっきみたいに瓶詰めする。飲んでみて。ありがとうございます。飲んでみて。大変だなとか思うことあったりされますか？暑い。仕入れがや大変。卵、油、小麦が上がったろ。全部上がるばっかり。だんだん上げられんし。ラードでも5300円か。前はもう半年ぐらい安い時は2500円。値上げいくつしたけど、ちゃんぽんいっぱい1000円とかなんか食べんやろ。それぐらいせなもうやっていかれん時期になるよ。モザイク受け取って。とんかつのカツ丼とかのカツです。例えば前の日の夜とかにカツ丼がなんか特集されてるとか。焼きちゃんぽんはもう代替わりした時からずっとあるメニューになるんですか？俺が来てからした。あ、そうなんですか。夏暑いやんやっぱ。はい。ちゃんぽん夏ねえの。あんまりこう。まあ焼きそばみたいなもんやろ。やばい焼きそばやろ。あ、持ち帰りが多いん。ちゃんぽん持って帰られんけん。焼きぽんやったら持って帰られん。こんな俺用とって言うとる。一日分って言うときや。一日分、そうですね。五目ちゃんぽんと焼きぽんが普通のちゃんぽん。五目やったら人参、あさり、イカ、ちくわ。思っとる。一緒に乗せるの。なんか食べてこら。卵豆腐。できないようにね。子供の時からなんかお店のことを考えられたりしてましたか？いやもうほぼ強制です。ほぼ強制。小学校ぐらいから例えばお店が忙しい時にお使い行ってきてとか、あと皿洗いとか。実際にお店で働くようになったのはいつ頃なんですか？一昨年やっぱ同級生とか友達がこう食べに来てくれたり、そういうのはやっぱ嬉しいですし、あとはやっぱ常連のお客さんとかも
やっぱいて、はい。いつもやっぱ来てくれるのはありがたいなって思います。あとはやっぱ作ったものが空っぽになって帰ってきてくれたらやっぱ嬉しいです。やっぱ自分たちは表に出ないので、帰ってきた皿を見て綺麗にスープまで飲み干してくれてたら、やっぱやりがいというか嬉しいですね。こちらで何日分ですか？これもう1日で1日分。午前中この2箱切ってで午後はまた2箱切る感じ。豚骨スープのこれは下処理みたいな感じです。アクですね、とか血が固まったやつ、これをしてたらスープを取るときに余計なアクが出なかったり臭みがなくなったり、今度煮すぎるともう出汁が出ちゃうスープが、そこは気をつけながらって感じです。スープは豚骨鶏ガラ、まあ、どんな人も言えばいい。ちょっとあっさりになる。豚骨ばっかりで濃いんや。そんな塩とかあんまりないやろ。いらっしゃいませ。五目一です。うまいね。ここよりうまいちゃんぽんはないけど。
ゃんぽんと大盛りちゃんぽん。麻婆定食ってあるんですか？山椒で。
上に乗った野菜野菜でビール飲んで最後にはい麺を昔ながら美味しい17、8の時からやけ45年ぐらい45年ぐらい、
いいよねこれ。これは大盛り。大盛りです。ちょっとも味噌汁。もともとどちらかで修行をされてたんですか？自分は大分で一応2年半。2年半。日本料理。日本料理の職で。作り寄って。
こんなにね、綺麗に持ってる中華麺ってない。本当はね、夏でもちゃんぽんとか食べたいんだけどね。暑いからさ。はい、どうぞ。自分のやけんね。いいや、それやろう。それですか。あれのなんだ、集合やね。あら、縁起やろ。そういうふうに、店は本当にあるっちゃう。昔はよう乗りました。よいしょ。で、ちょっとクーラーのスイッチを入れます。ああ、いってらっしゃい。頑張ってね。焦げしてね、新聞に前よう乗っとっとよ。まだ何個でなんかあるわってさ、消してからさ。そうそうそう、もうずーっとね。食べたろ、じゃがいものゴロゴロ入ってすごいゴロゴロ入って体によかごったずっとね、火ば入れとかんとさ煮込んでいくけんね。ありがとう、サンキューベルマッチョ。あとご飯食べとらんとやろた。よいしょ。まだこうずらっと並んでいくけんね。1234567よろよろよろでいきよります。30年ぐらい世話になってるのよ。常連3人誰が一番先死ぬかって話してるのよ。相変わらずおもろいこと言うな。そんなことでトンチンカンがいいよ、有名な。それを代表してトンチンカンです。ガチョウです。好きなところがあれば教えていただきたい。まずね、美味しい家庭の味やな。こう見てわかるやろ、もうどんどん飲んでくるやろ。元気しとったね。元気なんか。ハワイから帰ってきたんじゃなかろ。
ご飯と味噌汁と肉じゃがとああはい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 オムライスおかん補聴器つけとけ3つぐらいもう匂と髪染めた大ちゃんも髪染めんねいや染めて断られたらどこ染めまんねん上の方だけでもバーッとやってちょっと生えてきたんやけどほら卵が双子はいできましたはいどうぞお茶たち先輩やからお皿が3つで食べてあ、3本と2本やったねはい行くわよ行くわよねえさっきあんたぬくめよったろうが見よったろうが名物顔の表情顔の表情妹よなるおかわりはいやっぱもうそれしかいかんてよ卵が残ったけやるたいはいお皿せーのわかったハイボールハイボール無理お姉ちゃんできたよいかんねみんなの祭りをみんなの祭りをこれお詫びの印お姉ちゃんからのプレゼントがあるげな。よかったね。食べろ。食べねちょっと有効使っとねあんたたちはラッキーボーイハッピーボーイハッピーボーイポケモンが頑張らんとこれからの日本はダメになりますみんなしっかり頑張ってください姉ちゃよしね今若い人たちが頑張らんと本当もう日本はもう少子化でダメになってしまうよそういうけ誰かおった時はさ川村さんに教えてね給料は20万元でそういう保険もありますお前銀行宝石強盗間違えた宝石強盗だってねカツ丼のお兄ちゃんはあそこにおるどうぞ
わかりました。イケメングー。カツ丼です。優しい味で美味しいです。初めて来たんですけど、なんかすごく家庭的で、なんかそこら辺の料理とかも気になるな。これ煮物乗っても珍しいと思うんですけど。いや、本当なんかレンコンとこれ人参の煮物なんですよね。カメラ入ってますね。はい、こんばんは。頑張ります。ね。南蛮漬けすると。南蛮漬け。本当美味しいです。味が優しいですね。もう半分は煮しめのようなもんだ。ごま油も入れとってね。あかりちゃんがお金くれるけん先にお金。またね。どうもメリケン粉が残ったけんでね。ただ焼きようで多分ね残りも捨てたらいかん食べ物やって暑かろうねおいありがとうございます。あとは自分で味付けて食べる結構お店にはよく来られたりするんですか？いやいや、2回目なんですよ。2回目。1週間目に来て感動してもう1回来て。どうも。美味しかった。美味しいです。なんか本当に家庭的な味で美味しいです。誰がどうもあ、いいちゃんまたねもうちょっと早めにねありがとうございました10時半頃のごめん出来上がってちょっと今んとこ無理ごめんすいませんあ、こんばんはごめんもうちょっとぐるっと回ってきてホルモンから原油が出るけどこれは湯がずっと湯がいてね超焼きねまだまだずっと時間がかかるよこれははい玉ねぎを入れましたはいキャベツを入れます塩を入れますいい加減な塩ですから胡椒を入れます胡椒がしまいました、ね、帰ったらおかえりって親が言おうみんなここは誰で家族よ来れた理由とかあ、それはもう子育て親が作ったね手料理を食べさせたいからあっちゃこっちで食べるよりか自分が作ってやったものを食べさせるというのが目的それであともうよいしょはい、カレーうどんもうジャバ自分が土誰やろかって思ったらキムチライスをいいですか？髪切った？切った今日切ってきた、今日切ってきた？あんたのに合わやんけんさすが白髪でぐちゃぐちゃでねもうここの顔のは取ったら見られんとやんそげなことなかですよ
切ったのすぐ分かった8000円も出していってじゃん。加減高いとおばちゃんが83と思わんかったんやね。あ、そうなんさあ、あんたこれごまかされとっただよ。ここは染めとるけど、ここはもうそのまま素肌。兄ちゃんの手羽先あんたが食べる。久留米の方ですか？久留米です。一番交差点とか。知ってますよ。だけやねって思って。めっちゃ美味しいやろ。そうよ。職場です。職場です。職場の。職場です。職場の集まり。2軒目ですか？3軒目。ちゃんと飲んできてます。はい、手羽先。いやこれ焼きうどん。焼きうどん食べたことありますか？焼きうどんちょっとないです。2、3本でもいいけど。いいですか？ありがとうございます。これ飲んでもいい？飲んで。美味しいもん万ないの。そうですよ。一緒食べません？焼きうどん。僕はもう部外者なんで。めっちゃ美味しい。ここに来たら部外者もなんもですよ。で食べれます。ありがとうございます。美味しいやろ。ありがとうございます。美味しい。いや絶対食べたがいいですよ。だって肌が白いもん。いっぱいや。ハイタラを1個欲しいです。おっぱいです。よいしょ。はいですね。ママがね、カレーうどん食べていたでしょ。ね、ママ。いえいえ。はい、来た、乳麺。これ乳麺。2人前。 2人前。1人前頼んだのにママが2人前したよ。マッコリ飲みたい。いいよいいよ、生マッコリあるよ。めっちゃ美味しい。美味しい？美味しいやろ。兄ちゃんに食わしちゃって。私もらいます。伺いの韓国料理の不在とかでじゃね。伺いの美味しいよ。はい。はい。ありがとうございます。はい、どうぞ。勇気ぐらいじゃない？うちら。江口の彼女。あ、違う、反対やった。赤尾の彼女。あれ？ペアで取ってやって。またね。ありがとう。楽しかったです。ありがとうございました。兄ちゃんも頑張ってね。頑張れ。ありがとうございました。それではごきげんよう。またね、おばちゃん。バイバイ。ありがとうございました。終わったよ。よかね、若者はね。私も若くなりたいわ。ああ。本当ありがとうございました。あ、こちらこそどうもありがとうございました。お世話になりました。怪我しても病気になっても続けられる理由を教えていただきたいです。理由は何と思う？そうなせばなるで。そうそうそう。何でもね、しようと思ったらできる。そしてそこからいろいろと感情的にね、みんなとこうして会えて嬉しいとか楽しいとか、もう痛みとか悲しみは通り越してからみんなと会えることが嬉しい。みんなが慰めてくれるしね、そういうのでやっぱじーっと焦げしておるよりも痛かったって言えん。みんなが待っとれん、兄ちゃんたち決して若者がやっぱね、せっかく来たとにね、締めとったじゃいかん。こういうことこういうことで頑張る。お金じゃないとよ。ハート。すべてがハート。お金じゃないもんね。あ、お金じゃない。一切ない。お金は後ろからついてきます。そう。体が健康であれば。そういう皆様からありがたいね、心をいただく。それが一番自分の儲け、人生の儲け。だけんだよ。お金なんかあんまうち考えたことない。みんなも今安い安いって言われよっとよ。それでもうあげんねっち、みんなあげんねっちってからずっと言われよるった。
どのくらい上げられてないんですか、値段は。全然上げてないもう全然ですか。あげんでいい。みんなが喜んだほららそれでいい。カレーとかも450円やろ。それ500円でね、あげない。もう46年7年なるなる。後ろから敵に襲われないようにしているんです。最後私のだけやるやん。醤油薄口。親父のお店なんですよ。まだ継いではないですけど、継ぐ予定です。継ぐ予定。はいやっぱり幼少期からお手伝いとかされてたんですか。全くですね。全く。食べには行ってましたよ。はい美味しいなと思って。で、まあ自分はその料理が好きで、うどんが好きだからこそ好きなものを作れるっていうのがありますよね。みんなが喜ぶようなものを作れるっていう自信はあります。お客さんが美味しそうに食べる姿が見るのも楽しいです。出汁をしっかり取ることでめちゃめちゃ美味しくできる。干し椎茸と昆布とあと鰹節ねを出汁を取って塩を絡めに使うんですけど、あと具とかも
こだわってる。やっぱ具の切る大きさもですけど、お客さんが食べやすい大きさであったり、やっぱ食べやすくしてなおかつ存在感もちゃんと。結構うちごぼう天うどんとか多いんですけど、これ厚みをものすごく薄く切ってるんですよ。薄く切ることによってお子さんとかお年寄りの方も食べやすい。ここはもうから柏おにぎり2軒。まあ多分大丈夫だと思うんですよ。
こうか。発祥の地やね。うん、うん。めっちゃ美味しい。はい。別に。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。いらっしゃいませ。何名様。竹山竹にお願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。パンみたいな匂いしないですか？送らせてもらったらずっと気になってるの。その時や何の意味があるんですかこれ。とても美味しかったです。おうどんのコシがあってね。
お口に合いました？とっても美味しかった。麺もつゆも。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、夜の。お待たせいたしました。カツとじ丼ですね。ごゆっくりどうぞ。お風丼でございます。失礼します。